はい、シグネーター始まりました。こちらの番組はゲーマーのパーソナルを紐解くというコンセプトで、やっている番組みたいです。で今回は僕はスマブラプレイヤーとして、来たんですけど、先日ダブルダウンっていう大きな海外大会がありまして、それで一応僕も活躍することができて、で他にも、僕以上に活躍してくれたゲストの人々が来てくれてるんで紹介します。はい、じゃあ入ってきてください。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最初、名前だけ僕は、将軍でプロトマナムさん、はい、でシュートンさん、はい、ガクトさんの4人でお送りしていきます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。はい、では改めまして、まずは自己紹介お願いします。スマブラプレイヤー、フリーエージェント、またの名を無職ガクト。よろしくお願いします。お願いします。サンシスター所属のシュートンです。お願いします。今一番熱い男のクレイジーラクーン所属のプロトバナです。かっこいいな。自称でいいな。熱いね。僕も同じくフリーエージェント、無職の将軍と申します。お願いします。お願いします。お願いします。はい。で、この4人なんですけど、先日海外大会のダブルダウンで、みんな行って、でバナムさん優勝を筆頭に、ある程度みんな活躍できたかなっていうところで、せっかくだったらその振り返りとか、そういうきっかけで集まったということで、早速ダブルダウンの話をしようかなと思うんですけど、ガクさんどうでした？そうですね、ダブルダウンなんか初めての大会だったじゃない、ダブルダウンっていう大会が。そうね。なんか結構アメリカのその団体、やった団体が結構力を入れてる大会だったらしくて、結構それに本当そぐうというか、本当にもうでかい超度級の他の大会とは一線を画すような大規模大会で、なんか見てる人はあんま伝わらないかもしれないけど、エボでさ、はい、スマブラがなくなったじゃん、で一応その、運営の心づもりとしては、エボに代わるスマブラのビッグイベントを同じラスベガスで開こうみたいな感じで、そういう結構割とプレイヤー的にはすごい特別な大会だったよね。確かにそうですね、本当にでも他の大会となんか特別感が結構違って、非常になんか新鮮な気持ちで臨めた大会かなって思います。シュートンさんは？そうだな。自分の大会結果とかも含めて、そうですね。大会結果だったらまた日本人に負けたっていうのがアメリカで。表でケンさん。そう。最近なんか勝てないんですよね、セフィロスに。なんかずっといい勝負してる感じあるけど。そうなんですよ。フルセットなんですけど全部。でもなんか海外だと全部負けてるんですよね。そうなんだ。そうだからセフィロスどうしたらいいって教えてほしい。ちょっとセフィロスやる？やりたい。やりたい。ダブルダウン自体はトップ8久しぶりに入れなかった大会なんですよね。自分の中で。そこがちょっともやもやそう。しかもコーラにもフルセットで負けたし、なんかなんていうのかな、切迫した感じの試合勝ちきれないのが、なんか一番悔しいよね、9位っていうのが。俺も9位。そう9位ってさ、一番あと1回勝てばトップ8入れたのに勝てない。ウィナーズクォーターまで行って負けだから一番来るね。来る。それは来るね。マジで一番来る。ウィナーズクォーターあるある。確かに負け本当しょっぱいよね。なんかマジで上行けそうっていう気配も見えるからね。あと1回勝てば世界変わってますからね。トップ8だから。確かに。それこそ言ったらバンさんはどういう気持ちで？嬉しい思い出。優勝は嬉しかったね。レオが絶対上がってくるっていうのを予測してたんだよ。そうだね。そうだね。俺も予測してる。全員的中。で、カムイ俺全然知らなくて。その裏話聞きたいかも。なんかキャラピックでさ、そうだね。なんかレオの持ちキャラって剣キャラが多くて、ルキナで歯が立たなかった時にメンメンが刺さるっていうのがあったんだけど、ただレオのカムイを俺全く知らなくて、やばいなと。そうなの？やばいって思ってゲーミングモニターとスイッチを持って早めに行って、で木曜日にレオのホテルに行って。そう。マジで？マジで行った。すごっ。
で録画もさせてもらって、でその録画したデータと対戦も含めてボコボコにやられてて、で分析屋に投げて、でその分析がもろもろ大会にぶっ刺さりまくってて、マジか、すごいなそれ。すごい気持ちよかったね。なるほど。フリーではカムイと結構やったの？カムホムヒカ、向こうホムヒカ？向こうはホムヒカ出してきて、で次ベレット出してきて、でカムイも出してよって言ったら出してくれて、でメンとルキナ両方やって、ルキナはフリーは7、8割勝って、強っ。ほとんど勝って、メンメは逆に2割ぐらいしか勝ってなくて、そうなの？全然勝てなくて、あいつ対策してないよって言ってたんだけど、いや対策してる動きだなみたいな、してたのね。なんでじゃあバナナさんメンメンで行こうと思ったの？ベレトが嫌だ。そういうことか。全然いけるんだけど、ベレットとかなんか奥の手をポン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 出されたらルキナに対応するのきついだろうなって思ってて、面々で押し切れるんだったら面々で押し切った方がいいな。なるほどね。ロボットとはフリーでやったの？やってない。やってないんだ。じゃあもういきなり出てきた。いきなり出てきて、なんだこいつって。出すと思ってないよね、誰も。出すと思ってない。なんかすごいびっくりしてて。なんかカムイはそんな感じでやって、普通に勝って、でここで喜んだら勝者側のなんかルーナーズからも絶対上がってくると思ってたから、そうだね、喜ばないようにしてた。わざと喜ばないようにしてた。まだ終わりじゃねえ。そう。確かに。っていうのを言い返してたらやっぱり上がってきて、そうね。でロボット出てきておおってなったけど、一応よかった。かてもう喜んでたらなんかあんなポーズするんだふーんみたいな。トカゲやんって思ったわ。自分のポップオフが。そう。トカゲ。あとまた気になるのがあなたですよ。何年ぶりですか、海外大会なんて行ったの？海外大会はだから2年半ぶりだよね。コンゴサガでしょ。コンゴサガ、そうか。コンゴサガ最後か。2019年の12月。そう。確かにみんなと、だからそうごめん話間違えたけど、優勝のねバナナさんの後で申し訳ないけど、そうみんなは結構行ってるじゃん。海外大会招待とかも受けて、俺はやっぱちょっとそうじゃないからいつ行こうかなと思ったんだけど、ちょっとねコロナ的にある程度行けそうかなっていうところも含めてでかい大会ダブルダウン行こうって思ったんだけど、そうね、でも久々に緊張したし、でも俺の場合本当なんだろうな、行ってよかったねやっぱり、本当によかったね。めちゃくちゃ上位まで行けたかっていうとさ、みんなみたいに Day3 まで行けたわけじゃないから、ちょっとあれだけど、でもなんか印象深い試合というかさ、そうですね、結構自分なりにこうやりたいことができたかなっていうのはあって、本当に言うんだったら MVD に勝てたっていうだけでもう行った価値あるなって俺は思う。やりたかったからずっと。主人公だよね。主人公めっちゃ言われてる。主人公ってね。Day2 はね、確かに Day3 でも大会の主人公はあなたですから。そうだね。Day3 の主人公。Day3 の主人公。Day2 の主人公。そうだね。うるさいよなんか。格付けしてくんね。そうだね。そんな感じで俺も楽しかったし行ってよかったなって感じ。最初将軍さん招待されたって聞きましたよ。クルーバトル。そう12対12の。なんなら最初に招待3月にやる予定だったんダブルダウンって本当は。そうですね。でそれが延期されて7月になったじゃん。で3月の時に俺招待されて。最初でも断っちゃったんですよね。そうあの時はマジで大会出てなかったのよ。それしかもクルーバトルが結構デカめにやるみたいな聞いたから、それなんか全然大会出てない俺が日本代表みたいな感じで行くのはちょっと違うだろう、なんか俺も乗れないし見てる人も乗れないだろうなと思って、だったら日本で活躍してる人がいるわけだからそういう人にチャンスあげてほしいなって思って断ったって感じ。なるほどなるほど。そんな裏話が。そうだけど、なんだろう、自費で行くっていうのもさ、確かに金はかかるけど気合入るからやっぱり、確かに35万ぐらいかかったのよ。そうだね。全部で最近はそう35万ぐらいかかったから、本当に変なとこで負けたら最悪だっていうのがあったから、その分だけプレッシャーもあったし、よかったなっていう感じ。なるほど。みんなじゃあ思いがあったんで、それぞれのなんかダブルダウンで個人的な思いが。そうでカジノの話か。カジノの話はちょっとでもすぐのわけには。
200ドル。ちょっとじゃん。いやちょっとそういうあなたは600以上。ああなるほど。もう途中から数えなくなってた。ケンさんのツイートあれ面白かったよね。シュートお金ってなんだっけってやつでしょ。そうですよ。俺なんか T がなんか15ドルぐらいでスロット200ドル稼いだの見て、簡単じゃんと思って俺100ドル入れたら全部なくなった紙切れなんだなと思って100ドルお金っていう概念が何なのかも忘れるぐらい、もうなんか負けてる気もあんましなかったですけどねスロット回しただけっていうゲームセンターで、はいそうか、まあ溶かすのが早いあなた。だって僕木曜日に着いたんですアメリカ。その時にはもう600ドルなかったからね。いやまあそうだね。水曜日に溶かしたんです。大会前にもうなかったわ600早いのよ。やるの俺ダブルダウン勝てば600戻るぞと思いながらやってたクルーバトルもそうクルーバトル勝てば600戻ってくるぞってマジかよ。確かに悲しかった。だから俺の600は闇に葬られたでもあれだよね、ラスベガスのカジノに預けただけっていう説もあるじゃん。いや帰ってこないですよいや結構毎年みんな言ってるよね。預けたとか絶対無理。調子乗ってるだけで来年のエボで回収するとかさ、無理っす。息巻いてるけどまた溶かして現実見ちゃった。そうって感じだよね。お二人はやったんですか？まなむさんやってないでしょ？俺はやったよ。やったの？やったの？なんでやるよ。やるよ。あ、そうなんだ。びっくりした。一番びっくりした。そうなんだ。あ、やるんだ。スマブラしか脳みそがないみたいな。そんなこと言ってないんだけど俺はやんない人なのよ。一切観光もしないし、カジノもしないし、本当にもうスマブラだけなんだけど、割とまあ近いかなと思ったから。まあ近いね。あ、でもやったんだ。やったよ。どうだった？勝った？いや結果的には負けた。結果的には家庭としては勝ってた。家庭は勝ってて勢いづいてたら負けた。調子乗るよね。調子乗った。簡単じゃんってなる時がある。5ドルかけてなんか36倍を2回当てて192ドルいってそこから調子乗って200ドルかけたら負けてブラックジャックも負けてなんか変なおっさんがすごい横からやるからやり取りをしてくるから混乱して100ドルついた。妨害された。妨害された。俺の戦略を全部なんか阻害してくる。でもラスベガスって本当特別じゃないですか、我々にとって。やっぱりエボぐらいだからさ。エボ以来ラスベガス行ってないよ。行ったことないです。エボだけ。だからなんかすごい昔を思い出したっていうかさ、なんかラスベガスっていう場所が俺結構好きだから。空港着いた瞬間そんな感じですよね。あ、それね。ラスベガスだ。本当に。秒でカジノあるから。そう。しかも同じのがね何回も並んでるね。どこの会行っても同じのが並んでる。そう。って感じかな。そうですね。あとコロナですか？コロナ3人陽性出ちゃいましたけど、日本人8人中。でまあ僕もそのまあ一人の陽性者のレアさんと一緒で、まあちょっと帰国してからちょっとこう結構僕声の調子今おかしいじゃないですか。本当だ。本当だ。いや俺絶対これコロナかかったって思って PCR 受けたら陰性で、なんでだって思ったらこれエアコンでやられただけでした。紛らわしいね。そうエアコンやばい。エアコンやばいです。めっちゃ乾燥してるから。そうだから結構あなたも同室は俺 T と同じ部屋だったよ。 T とでもう陰性。そうピンピンしてらっしゃる。すごいな。2人はどこに？1人で。俺は米さんとだったから大丈夫だったかな。本当まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどみんなマスクしてなかったですね。いやそうマジでマスクしてなかったよね。ジェイクとか全くしてなかった。ジェイクだけじゃないでしょ別に。ジェイクだけすげえ目立って。全然ジェイクだけじゃない。本当にマジでしてなかったよね。びっくりした。いやなんかまあそりゃかかるわなっていう。6割ぐらいでマスクしてるの会場内でも。いや割と体感もっと少なかったような感じ。マジですか？やばいね、ノーガード戦法じゃん。そうだよ。スマブラにも反映されてる。マジ今日本に帰国できてるのラッキーなだけだからね。わかる。いつかかかるよ。これから行くの怖いよね。マジ怖いです。なんかあんな感じでさずっとアメリカにいるのマジ嫌じゃない？無理っす。飯も無理だし帰れないの精神的に相当マイルだろうし。一人だったら終わりでしょ。そうね。今回3人もまあその一応固まって行動できたから。確かに。
一人取り残されたらきついね。不安だろうね本当に。ケンがいるのが不幸中の幸い、英語喋れる。でダブルダウンで我々の振り返りとかしたんですけど、今の大会、でかい大会とかを踏まえた上で、ちょっとキャラの事情とか、あと個人的に熱いのはプレイヤーの話、結構今日本人が強いみたいなそうですね。あるから、そっちから行くか。めんめん専用機になっちゃいそうですね。マジか。いやだから参考にならん。いや俺もう戦った選手しか信用できない。かっこいいな、なんか。なるほどね。戦ったプレイヤーしか。めたいこと言ってましたけど、カンペがあるからさ、そこになんか俺の名前ないから、いきなり言われてびっくりしたけど、そうなんだ。そうちょっ完全アドリブじゃん。アドリブです。アドリブなんだ。メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター